空が青いな。はい、おはようございます。今日は9月の28日日曜日でございます。はい、ということでね、今日は、曇りでございます。はい、だいぶね気温も下がってきまして、夜寝るときは27度ぐらいですかね。27度8度ぐらいで、朝起きるともう22度3度ぐらいでね、ちょっと朝は、だいぶ寒くなってまいりました。はい、ということでね、ただ日中はね、30度近くいってるようで暑いんですよね。はい、ということで、もうね秋が始まったのかなと。なんかこの近くでもみじロードっていうところがあって、そこでもみじのね、綺麗に紅葉が見られるらしいので、はい、ちょっと時間あったらね見ていきたいと思います。はい、ということでね、今日はですね、何やるんだっけ、ちょっと草刈り機がですね、エンジン途中で止まっちゃうというので、それを見るのと、あとはあとタイプライターね、電動タイプライターが動かないのをちょっと見たいのと、あとなんかテレビをですね、持ち上げるってほしいという人が来たんで、その方のところに行こうかなと思っております。ということで本日はもうよろしくお願いいたします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。はい、メルカリにアップするね写真を撮っていきたいと思います。今日はこちら、ビジネスバッグ、はい、それとフットマッサージ機、それとまたハロゲンストーブ、いてあとこれもなんかマッサージ機らしいですね。はい、それと金の杯、はい、こちらをアップしていきたいと思います。はい、ということでね、さっき撮った写真をねメルカリにアップするんですが、マッサージ関係はメルカリアップしちゃいけないという規則らしいのでごめんなさい、それ以外でアップしていきたいと思います。はい、今ね、マッサージチェアが入ってきました。はい、ちょっとちゃんと動くかどうかね、チェックしたいと思います。これはサボってるわけじゃございませんからね、動作確認、動作チェックをするためにあえて使ってみます。はい、ということでね、動作確認でございます。あくまで動作確認でございますのでね、決してね、疲れてマッサージチェアに
マッサージしてもらおうなんて考えておりません。サボってません。絶対サボってませんが、だいたいこうやってサボってるとですね、バレるんですよね。はい、この後ね、お客さんがやってまいりまして、まさにサボっている最中にお客さんがやってまいりました。はい、はい、ここですね。はい、ベビーカーを持ってきたお客さんがですね、思いっきりマッサージチェア、ぼーっとしてる間にですね、お客さんがやってまいり、その後にですね、また違うお客さんもいらっしゃいましてですね、はい、まあ大体ね、こういうもんでございます。はい、すいません。ということでね、ちょっと今日いろいろバタバタしてまして、またいっぱい荷物がね、入ってきたんですよ。はい、こちらね、それと、こちら、ギターとかね、あとこちらも、双眼鏡とかカメラとか、はい。ということでね、ちょっとね、今からね、なんだ、ちょっとテレビ運んでくれって言われてるんで、ちょっと今行ってきますんで、ということで、もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月ちょっと忙しいんですいません。はい、それではですね、午後からこちらね、昨日もらってきました。もみ殻だっけな。もみ殻？もみ殻？米ぬか？もみ殻かな。巻きましたんで、今日はね、耕していきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとね、朝からバタバタしてまして、ほとんどビデオ撮れてなかったんでございますが、時系列でちょっとお話しますと、朝8時にお店を開店したらすぐにですね、おばちゃんがやってまいりまして、以前ですね、洗濯機を運んで、違うお宅に、運んだと、いう現場がございまして、そこが、水漏れをすると、はい、ということでね、見てほしいということで行ってまいりました。はい、そしたらですね、なんと、まあ新しいというか古いうちがですね運んだ洗濯機以前にですね、もう水道蛇口のところで、洗濯機専用の水道のところでね、水漏れしていったというのが分かりまして、おばちゃんこれ変えなきゃダメだよということで、やってよということで頼まれまして、急遽、ホームセンターまで、蛇口とですね、洗濯機用の、プラグをね買いに行きまして、はい、そして帰ってきて、すぐに直してシールテープを貼って、修理して、はい、そして、洗濯機を使えるようにしたと、でそこの家のおばちゃんから、ギターと、フルートと、カメラを、引き取ってほしいということで、もらってきたと、はい、でその後に、マッサージチェアをね近所のおじさんが、3人がかりで運んできまして、はい、でマッサージチェアを動作チェックしてたと、いうことでございます。そしたら、ベビーカーを持ったおばちゃんが、また来まして、ベビーカーを売りたいということで、やってきたと。でその後、ほぼ同時にですね、今度は、掃除機クリーナーとかですね、鍋とかですね、壺とかですね、いろいろまた持ってきたお客さんも来たということで、それまでの映像が撮れてたということですね。はい。でその後に、お昼12時半ぐらいにですね、今度は、昨日ぐらいからねお約束してたテレビを、運んでほしいということで、この方はね、大貫海岸のところで、別荘のお客さん、横浜から来てる別荘のお客さんで、かなり大きいテレビでしたねを、上に床の間みたいなところにね、乗せてほしいということで、呼ばれまして、上に持ち上げたと、はい、そういうことで、午前中が終わったということでございますね。ということで昼飯も食わずにですね、午前中バタバタしておりました。はい、ということでね、午後、からですね、
ちょっと時間が空いたので、畑のねフッツラボの方の畑を今耕していっております。はい。でね、耕し終わって、肥料をこの後撒いてですね、できればじゃがいもとキャベツと白菜と、苗をね、種芋と苗を買っておりましたんで、そこまで、終わらせたいという気持ちでやってるんですが、どうかな、間に合うかなみたいな感じでやっておりましたが、この後ですね、なんとか最後まで、できたと、そういう形で朝から、バタバタしておったということでございますね。はい、こちらが、鶏粉肥料ですね。まず鶏粉肥料を、掘った、下にですね、一番低いところに鶏粉肥料をまきまして、そして、米ぬかをね、巻いていきます。はい。ということでね、なんとなくなんですが、畑の容量が、分かってきたんですが、春だな。夏野菜をね、準備したんですけども、やはり半年経つとですね、忘れてるもんですね。はい。どうやってやったっけなみたいな感じでね。はい。ですけど、なんとなく肥料をまいときは大丈夫だろう的な感じでね、はい、やっております。ということでね、やはり半年経つと土はカチンカチンにね、硬くなるもんですね。はい。で、これがね、米ぬか、はい、を巻いておりますね。はい。だから今年はもみ殻と、鶏粉肥料と、米ぬか、これをね、ベースとして肥料として巻きました。はい。農家さんから、プロの農家さんから言わすとね、ちげえよ、そんなんじゃダメだよとかって言われそうですが、でもいいんじゃないですかね。はい。ということでね、一応肥料を巻きましたので、今ね、じゃがいもをね、植えていっております。はい。じゃがいもはね、畝の上ではなく、畝と上の間の低いところにですね、じゃがいもは植えていっております。はい。なぜならば、土規制をね、どんどん上にかけていかなきゃいけないもんですから。で、ここはね、さつまいもを植えていたところなので、一応連作障害を考えて、以前は手前ですね、春じゃがいもは手前に植えましたので、今年は、じゃがいもを植えてた場所に、これ今ね、ブロッコリーの苗を植えてます。と、あとオレンジ色がカリフラワーの、苗となります。で、こちらがね、白菜の苗となります。で、白菜をね、植えまして、はい、白菜もね、こんなにいっぱい大量に同時に出来上がるとまた厄介っちゃ厄介なんですが、夏野菜の時も白菜植えたんですが、白菜じゃないか、キャベツとレタスを植えたのか、ほとんど虫さんに食べられてしまいました。で、やはりね、キャベツの白菜も、そしてごめんなさい、これが本日の作業内容となります。こちらがね、一番右が白菜の列となっております。そして、ブロッコリー、カリフラワー、そしてキャベツ、そして種で、玉ねぎを巻きました。で、これも種で、ほうれん草を巻きました。で、ここはじゃがいも、北あかり、じゃがいも、北あかり、そしてじゃがいも、熊本産西豊ということになります。ご視聴ありがとうございました。